こんにちは、かなです。今回は文法の要形の作り方をやりたいと思います。要形、ちょっとだけ聞いたことありますよね。内形の作り方の時にちょっと出てきたと思います。例えば、会うの時、誰かに会う、待ち合わせをして会うとかの時、内形を作るのは、はないですよね。会わない。ますけは会います。初形は会う。明けは会えば。要形は会おう。この時に出てきた要形。ちらっとしか出てきてないので覚えてないと思うんですけど、要形というのが出てきました。これを今日はやります。これは移行形という言い方もあります。移行形。今は要形で覚えてても大丈夫です。勉強が進んでいくと移行形という名前でも出てくるので、名前だけ覚えておいてください。今は要形という言い方で大丈夫です。せっかく出てきたので、復習がてらやっていきましょう。話す。話すは内形だと話さない。ます形は話します。辞書形は話す。負けは話せば。要形は話そう。さしすせそになりますよね。もう一つ、急ぐ。急ぐ。内形はがぎぐげごのぐだから、上に戻ってが、急がない。急がない。はい。もうここからは、け、こ、思い出しましたかね。急ぎます。急ぐ。急げば。急ごう。で、やりましたよね。そんなこと知らないよという方は、前の内形の作り方のところを見ていただければ、上に出しておきます。見てください。今日は要形なので、ここ、会おう、話そう、急ごう。これは1グループですよね。2グループの要件も作ってみましょう。2グループは、例えば、食べる。食べるという辞書形を要形にしたら、食べよう。これは、るを取って、よをつけるだけ。見るは、み、よう。はい。じゃもう一つ。いるは、るを取って、いよう。全部取る。で、よをつける。3グループは、来る
るは、雇用になります。3グループにはもう一つありました。する。するは、しようになります。これはこのまま覚えちゃってください。これは3グループ。これが2グループ。これが1グループの要形の作り方。ここまでは大丈夫ですよね。要形はどんな時に使うのか、文を作りながらやっていきたいと思います。消します。要形の文の作り方のポイントは、大きく分けて3つ。3つあります。1つ目。1つ目が、何々と、何々と思います。という文を作るとき、ここの何々のところに要形が入ります。例えば A さんがそろそろ帰りましょうよ。B さんは、いや、もう少し残って仕事をしていこうと思います。の思います。ここで言うと、仕事をしていこうと思います。この行こうが要形。何々の部分になりますと思います。で、くっついて、思いますを使うときは、要形が前に行きます。これは、私が一人称のとき。これが使えるのは、私はという一人称のときだけです。思います。自分が思ったこと、自分が思っていることを伝えるときは、自分が思っていることなので一人称ですよね。この時に、思います。使います。この思いますは、これは一人称の時にしか使えない。で、さらに、今現在思っていることを話すときに、思いますを使います。これに似た言葉で、何々と思っていますというのがあります。これも、ここに要形が入ります。これは、まだ仕事をしていこうと思っていますになると、今現在も含めて、その前から仕事をしていこう、もう少し仕事をしていこうという考えがもう少し前の時点からありましたよという意味になります。少しだけニュアンスが変わります。さらに、この思っていますは、私はにも使えるし、誰々さんはという三人称にも使えます。私も OK だし、〇〇さんという他の人でも使えるし。例えば、まやさんは週末に旅行へ行こうと思っています。ここが行こうが要形ですよね。と思っています。まやさんが思っていることを私が代わりに言いました。まやさんは週末旅行へ行こうと思っています。日本語としてはちょっとおかしいかなというところもありますが、これは間違いではありません。使います。これが私はになると、もしくは思っています。います。私は週末に旅行へ行こうと思います。というと、今思っている。今、週末に旅行行こうと思ってるんだよね。話。私は週末に旅行に行こうと思っています。になると、
前から週末は旅行に行こうと思ってたんだよね。というニュアンスになります。ちょっとニュアンスが変わります。これが一つ目です。二つ目、誰かを誘うとき。誘いのとき。独り言。独り言。まあ、この状態も私、独り言のようなものなんですが、独り言、言うことありますよね。その時に要件を使うことがあります。例えば、誘いの時は、一緒に帰ろう。一緒に帰ろう。学校の友達とか、同僚とか、一緒に帰ろうと声をかけますよね。一緒に帰ろう。帰ろうが要件になります。帰ろう。帰るは何グループになりますか？帰らないだから1グループですよね。じゃあ、独り言の場合はどんな文ができるかというと、もう12時だ。寝よう寝よう。の、寝よう。ここが要形。夜中の12時で寝る時間だ。うん。独り言です。寝よう寝よう。明日、まやさんに会いに行こう。寝ながら。考えて。明日、まやさんに会いに行こう。の、行こう。の、行こう。あかなことちょっと。行こう。も要形になります。これが2つ目。じゃあ3つ目。なるさん。何々ようとする。何々ようとする。というのは、何かをするときの直前、すぐ前、動作のすぐ前、何かをするときの動作をする。ちょっと前のことをようとすると、動作のすぐ前のことを言います。それともう一つ意味があって、努力をする。努力をすること。一生懸命何かをやること。動作のすぐ前の時も何々言おうとするを使うし、努力をしていること、努力をすることも何々言おうとするという文を使います。会社を出ようとしたとき、出ようが要形。出ようとしたとき、社長に呼ばれた。動作のすぐ前。これが動作。これが動作。これはこの動作のすぐ前の状態を話すとき。じゃあ、努力をするときは、食べようが要形。努力をしている、頑張ってる様子を言いたいよという時に使います。マヤさんは嫌いな野菜を頑張って食べようとしている、食べようと努力をしているということを言いたい時は、このようとするを使います。要形を使う場面で一番多いのはこの1番が一番多いと思います。要件のポイントは3つ。そんなに難しくないので、すぐ覚えられると思います。さっきちらっと出てきた移行形。移行形の一つ。移行形は他にも意味合いが変わる使い方があるので、そちらは後々
動画にしていきます。今日は養鶏ということで、ポイントは3つだけ。少しだけ練習しましょう。飲む、泳ぐ、歌う、走る。これを養鶏にしてみてください。飲むは1グループ。まみむめもむの1グループ。なので、飲もう。泳ぐはこれも1グループですね。がぎぐげごの泳ごう。歌うはこれも1グループですね。歌う、歌わない、歌います。歌う、歌おう、歌えば、歌おう。歌おう、歌おう。走る。走るはこれも1グループでした。走らない、走ります。走る、走れば、走ろう。走ろう。ちょっと短い文でいきます。ちょっと休む。はい。考えてください。映画を見る。勉強する。明日も来る。はい。答え出ましたか？ちょっと休むは休むが活用します。休むはまみむめものむ。だから、ちょっと休もう。休もう。映画を見るは映画を見るのるの前を伸ばして、で終わる。いで終わるので、2グループ。ということは、るを取って、よう。見よう。勉強する。勉強するは、する。3グループのする。要件に直すと、しよう。明日も来る。明日も来るは3グループですよね。来るは来よう。それとるのところは10個覚えなきゃいけないので、大変ですけど。2グループ、1グループはもう大丈夫ですね。時々、また何グループですかって聞くことがあると思います。というわけで今日は要件の3つのポイントやりました。これからもグループ分けとか活用の仕方とかを入れながら動画を作っていきますので、覚えられないと思っている方は安心してください。何回もやります。何回もしつこいぐらい動画に入れていきますんで、いつか覚えられます。今日はここまで。またね。